こんにちは、遊戯王の知恵袋チャンネルです。最近はデジタルカードゲーム、マスターデュエルの登場で遊戯王が話題になっていますね。久しぶりに始めたという方や、この機会に初めてデュエルをするようになったという方も多くいらっしゃるのではないかと思います。マスターデュエルは配信から2ヶ月も経たないうちに2000万ダウンロードを突破し、160以上の国、地域で配信されるなど、日本のみならず世界中で人気を博しています。そんな世界中で人気の遊戯王カードを生み出した遊戯王という作品について、皆さんはどのようなイメージをお持ちでしょうか？今回はマスターデュエルから遊戯王を始めた方や、作品はよく知らないけれどネット上でのネタだけは知っているというような方にもぜひ知ってほしい作品としての遊戯王の内容や魅力をご紹介します。初代遊戯王の原作、アニメ、それぞれのあらすじや概要、特徴などをまとめてみました。遊戯王についてよく知らないという方はもちろん、改めて遊戯王の基本的な情報を知りたいという方も、ぜひチェックしてみてください。作業用 BGM として使っていただけても嬉しいです。まずは、遊戯王の作品の概要についてお話しします。原作漫画は、1996年9月14日から2004年3月20日の7年半にわたって、週刊少年ジャンプで連載された作品で、作者は高橋和樹先生です。物語は全部で343話からなり、単行本全38巻、後に発売された文庫版全22巻が発行されています。累計発行部数は4000万部を超える人気作品です。あらすじをご紹介します。ゲームを愛するごく普通の高校生、武藤遊戯。彼は古代エジプトの秘宝、千年パズルを完成させたことにより、封じられていた魂をその体に宿す。武藤遊戯に危機が迫ると、その魂の人格であるもう一人の遊戯が現れ、闇のゲームにより正義を執行していくのだ。やがて二人の遊戯は互いを信頼するようになり、千年アイテムの秘密をめぐって数々の強敵たちとカードゲームマジック&ウィザーズで戦うこととなる。原作は9つの章に分かれ、学園編、デスティ編、モンスターワールド編、デュエリストの王国編、DDD 編、バトルシティ編、決勝トーナメント編、ファラオの記憶編、戦いの儀編からなります。序盤は主人公の遊戯が千年パズルの力でもう一人の遊戯となり、様々な闇のゲームを行って悪人を裁くという内容のダークファンタジーでしたが、途中からカードゲームを中心とした内容に変わっていきました。絵柄も初期は内容と合わせてダークな感じですが、カードゲームを中心とした内容に変わっていくにつれ、少年漫画らしいタッチに変わっていきます。後ほどご紹介するアニメ遊戯王デュエルモンスターズや、現在の遊戯王のキャラクターのイメージを先に知っていて漫画を読むと、序盤の絵柄にギャップがあって驚いてしまうかもしれません。そのような方も、デスティ編の最後の方か、モンスターワールド編あたりには、知っている印象と近くなってくるのではないかと思います。絵柄がどのように変化していくのかに注意を向けて読んでみるのも面白いかもしれません。また、原作ではカードゲームの名前がマジック&ウィザーズとなっています。OCG やアニメ版ではデュエルモンスターズに変わっているため、遊戯王といえばこちらの方がおなじみという方が多いかもしれないですね。遊戯王は2度アニメ化されています。まず1つ目は東映版遊戯王です。東映アニメーションによる制作であることから東映版と呼ばれます。なお、東映版の他に初代と呼ばれることもありますが、続く遊戯王シリーズの作品と区別して原作や2作目のアニメを初代と呼ぶこともあり、定義づけは人によって分かれるようです。このチャンネルでは武藤遊戯たちの物語を初代遊戯王、1作目のアニメを東映版としてお話しします。東映版遊戯王は原作の連載開始から約1年半後の1998年4月4日から10月10日までの半年間放送されました。原作の学園編、デスティ編、モンスターワールド編までの内容が描かれ、全27話となっています。あらすじは次のようなものです。
武藤遊戯はごく普通の高校生だった。ゲームが好きなことぐらいしか取り柄のないおとなしい性格なので、いつも幼馴染のアンズしか友達がいなく、同級生の城之内や本田にからかわれてばかりいた。そんな遊戯にとっておじいちゃんからもらった。1000年もの間誰も解けなかったという1000連パズルがたった一つの宝物だった。だが、ある事件をきっかけに城之内と友達になった遊戯。そのことによって、遊戯は誰にも解けないはずの1000連パズルを解いてしまった。その時、遊戯の中で何かが変わった。パズルの力によって遊戯は、闇のゲームを使って、極悪非道な連中を闇に裁く正義の番人となったのだ。ちょっとしたゲームから、カードゲーム、ボードゲームなど、どんなゲームも遊戯にかなう者はいない。東映版は、カードゲームが中心になる前の闇のゲームで悪を裁くストーリーであり、絵柄も原作初期に近いダークな感じのため、子供向けですが、なかなか雰囲気が怖いアニメとなっています。原作初期の内容をベースに、時代背景に合わせた様々なゲームを題材にした闇のゲームが、1話完結形式で展開されていきます。その場にあるものを使った運試しのようなゲームや、当時流行ったハイパーヨーヨーやデジモンなどのパロディーゲームのほか、実際にゲームとしても発売されたカプセルモンスターなど、様々な闇のゲームがあります。原作の内容からアレンジされている部分も多くあり、オリジナルキャラクターや設定が異なるキャラクターがいたり、ストーリー展開や闇のゲームの内容が変わっていたりします。海馬瀬戸の髪が緑色だったことは特に印象的で有名です。また、声優も以降のシリーズとは異なっており、主人公の遊戯役は、エヴァンゲリオンのシンジ役で有名な尾形恵里さん。ライバルの海馬役は緑川光さんが担当されています。このようなことからか、東映版は次に紹介する遊戯王デュエルモンスターズや続く遊戯王シリーズのアニメとは直接的な関係はないものとされています。東映版遊戯王の映像は当時 VHS で流通していたのみで、再映像化などはされておらず、今は見ること自体が困難な幻のアニメ作品となってしまっています。いろいろな事情があるのかと思いますが、ぜひ DVD などで発売してほしいなと思います。アニメ自体はなかなか難しいですが、東映版のサイトは今も残っており、次回予告やキャラクター紹介などを見ることができます。キャラクター紹介ページはなかなかホラーです。東映版の雰囲気を知りたい方は、ぜひアクセスしてみてください。2つ目は、テレ東版、遊戯王デュエルモンスターズです。テレビ東京系列で放送されたことから、テレ東版、また、デュエルモンスターズを略して DM と呼ばれています。テレ東版、遊戯王デュエルモンスターズは、2000年4月18日から2004年9月29日の約4年半にわたって放送されました。原作のデュエリストの王国編以降の物語に加えて、アニメオリジナルのデュエルモンスターズクエスト編、ノア編、ドーマ編、KC グランプリ編が加わり、全224話となっています。あらすじは次のようなものです。ゲーム好きの少年、武藤遊戯は、古代エジプトの秘宝、1000連パズルを完成させたことで、そこに封じられていた魂をその身に宿す。一つの体に二つの魂が共存することとなった遊戯は、1000連アイテムともう一人の遊戯に秘められた謎を解き明かすため、カードゲームデュエルモンスターズによる戦いで、強敵たちに立ち向かっていく。テレ東版では、デュエリストの王国編以降が描かれていることと、遊戯王オフィシャルカードゲームとのタイアップの関係から、DVD 編などで一部別のゲームを取り扱うこともあるものの、基本的にはカードゲームを主体としています。声優は東映版から一新され、遊戯役は風間俊介さん、海馬役は津田健次郎さんが担当されています。テレ東版放映以降は、アニメ作品やゲーム、CM 等はテレ東版の声優陣となっており、どちらかというと、遊戯や海馬といえばこのお二人のイメージが強い、という方が多いのではないでしょうか。内容は、基本的には原作の物語の流れに沿っていますが、原作と設定や展開が変わっていたり、オリジナルキャラクターが登場したりなど、異なる部分もあります。特に終盤のファラオの記憶編以降は、原作のストーリーに沿った内容でありつつも、原作で描かれなかった部分を補完する形で、内容が追加、変更されている部分が多く見られます。
また、アニメ放送が原作に追いついてしまうという状況もあり、バトルシティ編終了後に、アニメオリジナルのドーマ編が1年近く放送されるということもありました。アニメでの変更やオリジナルストーリーについては、人によって好みが分かれ、賛否両論がありますが、ネット上の評判などを見ると、遊戯王のアニメオリジナルは高評価と言えるものではないかと思います。個人的には、遊戯王のアニメオリジナルからは、アニメ制作スタッフの方々の原作への思い入れが感じられ、また、原作では知ることのできなかった側面を見ることもできるので、違った良さがあり好きです。1期、2期と分割してアニメ化されることの多くなった今では、アニメオリジナルの長編はあまり見かけないので、当時放送されていたからこそ、より多くの物語を見ることができて嬉しいなと思います。ということで、今回は遊戯王の原作アニメについてご紹介しました。原作アニメそれぞれの良さがあり、どちらから見ても面白いので、まだ見たことのない方や結末まで知らないという方は、ぜひチャレンジしてみてください。原作は紙のほか様々な電子書籍で、アニメはテレ東版が Unext や D アニメなどのサービスで配信されています。長いストーリーではありますが、終わり方が心に残る素晴らしいものなので、ぜひ最後まで見届けていただけたらと思います。中の人も子供の頃に途中まで見ていて、大人になってから最後まで見たところ、すっかりハマりました。このチャンネルでは、遊戯王の原作漫画、アニメの魅力を伝える内容を扱っていきます。遊戯王が好きな方に楽しんでいただくのはもちろん、あまりよく知らないという方にも魅力をお伝えして、みんなで楽しんでいけたらと思っています。ぜひ、もう一本動画を見ていただけたら嬉しいです。見てみたい動画のテーマなどがありましたら、ぜひコメントお待ちしています。最後までご視聴ありがとうございました。